ピアニストの清塚信也氏が2024年2月、自身の公式インスタグラムを更新。羽生結弦選手とのツーショットを公開しました。リプレイの構想段階から関わっていた清塚氏は、こんなの実現可能なのだろうかと、最初の段階では疑問を持ちつつも、最終的にそれが実現されたことに、驚きと尊敬の念を抱いています。清塚さんは、リプレイツアーで、破滅への使者、いつか終わる夢、春よ来い、女装とロンドカプリチオーソの演奏とアレンジを担当。リプレイツアーに取り組んでいた羽生選手について、当時の様子を語っています。ゲームの主人公みたいに、苦しみ、悲しみ、愛、憎しみ、正義、悪、すべてを一身に背負って自分を犠牲にして世界を救おうとしているように見えました。と、感想を記しています。特に破滅への使者が完成した時は恐ろしさすら感じたという感情や、いつか終わる夢への情熱、春よ来いに対するより繊細な感性について言及し、これらの作品を通じて魂の祈りが天に届く瞬間を感じたと述べています。本当にいつもありがとう。心の支えです。いつまでも親友です。と、インスタグラムを締めくくりました。清塚信也さんは、1982年に東京都で生まれたクラシックピアニストであり、作曲家です。幼少期から音楽に囲まれた環境で育ち、5歳の時からピアノの英才教育を受けました。幼い頃は野球選手を夢見ていましたが、母親からピアニストになるためにピアノをやるんだから楽しむとかそういうのはいらない、訓練であり勝負だと思え、と言われ、小学6年生の時にプロのピアニストになることを考え始めます。やがて多くのコンクールで賞を獲得するようになり、1998年には東京交響楽団と共演してデビューしました。2000年にはショパン国際コンクールで1位に。その後も国内外の著名なコンクールで多数の賞を受賞し、東邦学園大学附属ソリストディプロマコースに進学し、モスクワ音楽院への留学経験もあります。自分の体を自身で分析していかないといくら練習しても上手くなりません。逆にその分析ができる人は他人の10倍くらい早く上達します。と、アスリートに近い心情も語っています。彼はクラシック音楽界で高い評価を受けるとともに、多方面で活躍しています。2010年の NHK 大河ドラマ、龍馬伝で BGM を演奏し、俳優としてもデビューしました。彼は音楽とともに人とのつながりを大切にすることで、多くの人々に影響を与え続けています。二人が出会ったのは2018年に行われたアイスショー、ファンタジー・オン・アイスです。清塚信也さんのピアノ、春よ来いに合わせ、羽生結弦さんが桜の花の色をした衣装で演技をしました。春よ来いは松任谷由実さんの名曲で、日本人にとっては春の桜が舞い散るイメージとともに毎年蘇る春の定番曲です。そしてこの曲は東日本大震災のチャリティーソングとして松任谷由実さんが歌っていたものでもあります。清塚さんが以前メドレーの一部として演奏していた春よ来いを羽生選手が聴き、そのピアノが素晴らしいと感じたことで、清塚さんに再びプログラム用の曲として編曲をお願いしたのが、長く続く絆の始まりであるとされています。羽生選手は清塚さんが弾いていたメドレーの中にあった春よ来いを1分間から3分間へと拡張してほしいとお願いしました。清塚さんは羽生選手の依頼に対して、曲の長さを調整する作業をパズルゲームのようだと表現しました。ただ単に時間を延ばすのではなく、音楽としても成立させる必要があるという難題に直面したのです。羽生選手は音楽がフィギュアスケートの演技のためだけに編集されるのではなく、
音楽そのものが物語として成立していることを重視しました。彼は長年の音楽ファンとして、音楽や演奏に対する深い敬意を持ち、プログラムを作成する際には、その点を強く意識しています。羽生選手のこの姿勢に、清塚さんは深い感銘を受けました。特に、滑る部分と滑らない部分の差別化、スピンのレベル調整など、演技の細かい部分にもこだわりました。結果、春よ来いは羽生結弦選手にとって代表的なエキシビジョンのプログラムとなり、各国のたくさんのファンに愛されました。その後、幾度となく演じられることになります。北京オリンピックのショートプログラム、ロンドカプリチオーソで羽生さんと清塚さんは、再びタッグを組み、嵐に立ち向かいました。羽生選手は北京オリンピックのショートプログラムでの楽曲選定する際に迷いを感じていたと明かしています。羽生選手がどんなに良い演技をしても奇妙な採点が続いていることはフィギュアファンの間にも疑問として広がっていました。羽生選手が辛い時期、清塚さんのピアノが生きる活力と滑る活力を与えてくれたことを語っています。自分がやっていることがすごく無駄に思える時期がすごくあって、なんか一人だけ取り残されているというか、暗闇の底に落ちていくような感覚があった時期があって、春よ来いをやった時に、やっぱりスケート好きだなって思ったんですとね。清塚さんの音楽があれば、より心を込めて滑ることができると感じた羽生さん。自分が一番落ち込んでいて、スケートが本当に嫌いになっていて、どうしようもなくなってた時に、助けていただいた清塚さんのピアノが自分の中ですごく強く残っていて、競技のプログラムに清塚さんの音たちがあったら、自分もすごく気持ちよく滑れるだろうなって思って、清塚さんにお願いしました。清塚さんは羽生選手から北京五輪のショートプログラムの音楽を依頼された時の心情を詳しく語っています。羽生くんからビデオ通話で、実は次のショートプログラムを清塚さんにやってほしいと言われた。もちろん高揚感があり嬉しかったが、少しずつ事の重大さを感じ不安になり、自問自答をした。羽生結弦選手というスターが競技に出る時のショートプログラムはどういうものにすべきかなんて一人で背負うのは正直重すぎる気もしたし、でも自分がやらないでどうするという葛藤がありました。それを羽生選手は感じ取ったのか、いわゆる感染症下で大変だった時も清塚さんの春よ来いにすごく助けられたと言われた。ピアノアレンジをしている時点で表情の演技を想像し、涙が出ました。サン・サーンスは天才すぎて孤独を歩んだ音楽家。羽生結弦選手というヒーロー。その背負っている人々への真心を間近で見ると、誰も歩んだことのない道が見えました。と、清塚さんは語っています。そして、魂を込めて制作に挑んだ清塚信也さん。北京オリンピック3度目の金メダルを目指す羽生結弦さん、ショートプログラムの楽曲です。大変なプレッシャーがありました。完成品を出せなかった、あるんだけど、何ヶ月も出せなくて、本当にこれを出していいのかって言われた時に、怖かったんでしょうね、やっぱり。羽生選手が欲しいって言った期日より、少し遅れちゃったんです。本当に申し訳ないって出した時に、羽生選手が、この遅れた分、清塚さんがどう生きてきたか。そういったことがこの曲にはさらに追加されたから、そういう物語になるべくして、このプログラムはあるんですよ。と言ってくれて、本当に涙出ましたね。と、語っています。本来はバイオリンとオーケストラのための作品を、羽生選手のために清塚さんがピアノ曲に編曲し、
演奏も担いました。清塚さんは初めてその演技を見た際、ツイッターに、フィギュアスケートとピアノの芸術作品が世界に届けられました。私の作品の中でも最高傑作というフォルダに入れておきます。心から感謝しております。と投稿しています。清塚信也さんと羽生結弦選手。二人のアーティストが織りなす物語は、フィギュアスケーターとピアニストのコラボレーションを超えた、深い魂の結びつきという域まで達しようとしています。フィギュアスケートとピアノの芸術が融合し、総合芸術となり、世界に新たな美の形とスケートショーの未来図を示し続けています。この二人のアーティストによる競争は、異なる分野の枠を超えて、感性が通い合う深い関係性を築き上げています。彼らの物語は、互いに対する深い尊敬と理解、そして芸術を通じた表現の力が、どのようにして人々の心を動かし、世界に影響を与えることができるかを示しています。羽生結弦選手と清塚信也さん。二人の魂がつながり、作り出した作品は、時を超えて多くの人々にインスピレーションを与え続けるでしょう。今後もきっと、二人の作り上げる新世界を見ることができるでしょう。それがどんなものになるのか、どんな風に変化し、世界を完成させていくのか、楽しみに待ちたいと思います。それでは皆さん、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日もお疲れ様でした。